H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。お帰りなさい。皆さんこんにちは。私です。先日台湾の映画館で劇場版、鬼滅の刃が公開されてからも話題が続いた。幽霊の始祖である幽霊オウム山が自らの血を使って人間を幽霊に変え、コントロールすることができることを、これを見た観客は知っているはずだ。多くの超自然的な物語では、一部の幽霊は他の幽霊を吸収したり、他の幽霊を征服して自分自身を強化します。例えば、台湾の国立中高大学の複合施設にも同様の伝説があります。伝説によれば、この複合施設が1991年に完成して以来、毎年のようにそこから飛び降りようとは考えられない人がいたため、強奪亡霊王の伝説は学生の間で広く広まったそうです。人を混乱させ、無意識に飛び上がらせる目に見えない力があると言われています。このようなことが何度もあったため、学校はそのような事故を防ぐために中庭にネットを設置しなければなりませんでした。しかし、私が予想もしなかったのは、飛び降りる場所が隣に新しく建てられた社会管理棟になるということでした。最も奇妙なのは、清掃のために団地内の網が取り外されるとすぐに誰かが再び飛び降りるということです。そのため、周囲の店では、星たちは幽霊王に占拠されているという噂も流れている。権力を拡大し続けるために、幽霊王は世界中から自殺志願者を集めます。この伝説は校内に広く広まり、校内の神秘的な伝説となり、人々を超自然的な物語の脅威に驚かせた。おそらく、これは単なるみんなの連想と想像ですが、間違いなくこの複合施設に謎の層を与え、この建物を学校内でより魅力的なものにしています。自分を強くするために人生を終わらせる、今日は幽霊王の物語を語ることが目的ではありません。ゴーストキングに興味のある友達はメッセージを残して私に知らせることができますが、私はまず港の約束を果たします。例えば、女性の幽霊、冥界、小さな幽霊の育成など。そういえば、あなたはよく映画を見ますか？よく映画館は暗いとよく言いますが、あなたの後ろに座っている人は本当に人間ですか？今日は映画館にまつわる超常現象についてお話しします。ストーリーを語る前に、まずインターネットで見た映画スターが幽霊に遭遇した事件について話しましょう。誰もが見たことがある、ザ・エキスパートという映画があります。スタッフによると、この映画の撮影中にいくつかの夜のシーンがあったそうです。番組の制作中は夜更かしするのが一般的であることは誰もが知っています。その日、主演俳優のアン・ディラウは撮影中にすでに目が曇っていた。もう一人の主演俳優、スティーブン・チョウも様々な方法でリフレッシュしました。夜のシーンを撮影した後の休憩中に、周星地、スティーブン・チョウさんはスタッフを呼び止め、夜食を買うように頼んだ。スタッフは興奮した様子で、マスターシンシン、何を食べたいですか？と尋ねましたがこの時周星雲さんは十分に食べられる、限り何でもいいですと答えその後トイレに行き顔を洗いと出てくると彼の表情は突然怖くなって青ざめました。理由を尋ねると、トイレで女性の幽霊を見た。そして彼女は笑い続けた。これには撮影スタッフ全員が、震え撮影現場での超常現象を皆で嘆いたという。この物語は映画の撮影中に何らかの超常現象が引き寄せられ、撮影中にスターやスタッフが異常な存在を感じたのではないかと思わせるものです。おそらく映画は観客にとって恐怖を体験する場所であるだけでなく、舞台裏の人々にとっては超常現象に遭遇する冒険でもあるのかもしれません。スタッフが戻ってきた。チャウチャウさんは当初、幼児の対価として彼にお金を払うつもりだったが、スタッフは興奮気味に、いやいや。アンディラウとチャウチャウと一緒に写真が撮れる限りは、と言い、アンディさんは横でこう言った。大変遅くなって、ごめんなさい。明日写真撮らせてもらいますね。スタッフはうなずいて興奮気味に去っていきました。二人が夜食を食べている時、アンディラウは退屈から新聞をめくり、突然驚いた。シュー・スティーブン・チョウさんは、ア
アンディラウが自分をからかおうとしているのだと思い、からかわないでください。トイ・アンディラウは学生が交通事故に遭い悲劇的に死亡したという新聞の見出しを指さした。新聞に載っていた写真は、彼が買ってあげたばかりだった夜食スタッフ。この時、二人とも呆然として食事もできなくなった。この事件が持ち上がったのは何年も後のことだった。また、自転車に乗るときはスピードを出しすぎず、安全運転に気をつけてゆっくり走るようにアドバイスしています。そうしないと、どんなに急いでも家に帰るまでに7日かかります。さて、今日の超常現象について正式に話しましょう。この話は、超常現象コミューンのマーシとチェン氏からのものです。以下の物語は一人称で語られます。私は影と陽の目を持っています。このような経験により、私は超常現象に対してより敏感になり、この物語をきっかけに超常現象の神秘と凄さを深く理解することができました。そのため、偶然何かを目にすることもあります。私はホテルでハウスキーパーとして働いていました。そこで、いくつかの短い話をしたいと思います。例えばホテルのエレベーターに入って右側に人に背を向けた霊がいる。これまで一度も見たことがなかったので、客が連れてきたのではないかと思ったのですが、なぜかその日からエレベーターの中に霊がいたのです。エレベーターは頻繁に修理メンテナンスされているのに、未だに変な階で止まってしまうのは不思議ですが、霊体の制御のせいでしょうか？私にもわかりません。また、皆さんにお伝えしたいのは、ホテルの地下には首のないもの、手が欠けているものなど、様々なものが置かれているので、絶対に行かないでください。今日はホテルの階段ではなく、映画館での超常現象のお話です。インターネットで知り合った女の子と長い付き合いで、仲良くなったのは最近です。ある日、気まぐれに私たちは夕食を食べることになり、MRT 西門駅で会いました。会議の後は一緒に鍋を食べに行き、その後西門町を散策しました。その後、私たちが映画館の前を通りかかった時、彼女は突然立ち止まり、鈍い目で映画館のドアを見つめました。どうしたのかと尋ねると、彼女は突然、この映画館で体験した奇妙な体験について話し始めました。彼女は、先月映画を鑑賞中に、隣の空いた席にぼやけた人影が座っているのを見たと言った。相手とコミュニケーションを取ろうとした瞬間、その人影は忽然と消えた。さらに気になったのは、自分が座っていた席の隣に誰かが座っていたのに気づいたが、その席がもともと空いていたことを彼女ははっきりと覚えていたことだった。理由はわかりませんでしたが、その経験で彼女は映画館に対する恐怖でいっぱいになりました。彼女の話を聞いて、私は五感を感じずにはいられませんでした。映画館には説明のつかない奇妙な出来事がたくさん隠されているようで、人々は超常現象に興味を持ち、恐怖を感じます。もしかしたら、私たちのこうらしい日常の中に、言葉では言い表せない不思議な物語がたくさん隠されているのかもしれません。私が映画を見に行きましょう。と提案すると彼女は同意してうなずきチケットを購入した、後席を待つために席に上がりました。西門町の映画館は、階下に煮込み屋台、ある階に香港式の茶飲み場があり、当劇場は8階にあります。しばらく待ってから会場へ入りました。ホールに入るとすぐに、その場所が非常に退屈だと感じました。突然、一緒に歩いていた女の子が、実はこの映画館には幽霊が出るんです。見ないでほしいんです。と不安な気持ちを抑えました。この奇妙な映画は間違いなくこれ以上見る必要はありません。女の子はすぐに逃げてしまったからです。私たちの席は最後から2列目で、後ろにも人が座っていました。映画が始まって30分も経たないうちに、幻覚か何かかわかりませんが、後ろの人があくびをし続けているように感じました。不快な感じではないですが、ちょっと気に入らないです。1時間映画を見た後、もう我慢できなくなって、眉を潜めて後ろの席を見た。彼のことを思い出そうとした時、後ろに誰がいたのかとびっくりしました。相手が途中で退席したのかと思っていましたが、気づきませんでした。
突然、何かが私を監視しているような奇妙な予感を感じました。思わず少女を振り返ると、その表情も少し緊張していた。この時、うっすらと後ろの席に人影が現れたように見えましたが、すぐに消えてしまいました。私の心は震え、鼓動が速くなりました。少女は無意識に私の手をぎゅっと握った。映画は続いていますが、もう集中できません。心理的な影響なのかわかりませんが、劇場全体に異様な雰囲気が漂っているような気がします。この映画館への旅行はとても不安になったので、私は二度とこの映画館では映画を見ないと密かに決心しました。それでも映画を見続けることにしたのですが、しばらくすると悪感を伴いまたあくびが起こりました。今、私は私の後ろに何かがあると確信しました。でもこの時に女の子に、後ろに幽霊がいるよ、なんて言ったら間違いなく狂人扱いされるだろう。言うのは間違っていますが、言わないと不快な気持ちになります。突然左側の天井から音がしたので、切られて見てみたら、あれ、見間違えた？そこには子供が逆さ吊りになっていて、正確な年齢はわかりませんでしたが、大人より少し小さいくらいで、天井を這い回っていたということしかわかりませんでした。この時私はもう我慢できず、女の子の隣に耳を当てて、後ろに幽霊がいるよ、と言いたかったのです。しかし、私は躊躇しました。私の後ろの左前の天井に幽霊がいます。時計を見ているのですが、なぜ映画がまだ終わっていないのですか？わずか2時間で、私は座ってピンと針をしているような気分になり、常に冷や汗が吹き出ていました。私は、子供が天井から床に落ち、こっそり髪や服に触るのをなすすべもなく見守っていました。したがって、映画を見ている時に誰かがあなたの髪や他の場所を触っていると感じた場合は、あまり注意を払わないでください。可能性は3つだけです。1人目は残り半分、2人目は変態、3人目は幽霊です。この映画体験により、私は超常現象の存在をより確信するようになり、場合によっては沈黙が無力な選択であることも理解しました。ようやく映画を見終えようとして字幕を流していた時、耳の後ろに冷たい空気を感じました。はあ。私は女の子の手首を掴んで出口まで走り、イースターエッグも見ずに女の子を連れ去りました。出発前に振り返って座席エリアに目をやると、最後列の席に髪の長い女の子がありえない角度で体をひねって座っているのがぼんやり見えました。一緒に歩いていた女の子は軽減そうな目で私を見て、なぜ私がこんなに無感情なのかと思ったのでしょう。これを見た後、急いで出発しますか？しかし、彼女は何も聞かず、私も何も言いませんでした。彼女と私はもう一緒にいません。涙。私に言えるのは、幸運なことに、このアピオは耳の後ろで轟音を立てているのではなく、ただ耳の後ろで息をしているだけだということだけです。次に、超自然的な話をしましょう。私は子供の頃から体調があまり良くなく、目に見える体調不良ではありませんが、身の回りに汚れがあると体が感じ取ってしまうのです。下手したら痺れてしまいます。神様や亡くなった親戚はみんな熱いです。私の祖父は若い頃から映画館を経営していたので、家族全員が映画館のスタッフルームに住んでいます。この劇場には、舞台裏で起こる不可解な出来事についての物語が多く、人々を奇妙な気分にさせます。この古い建物で、真夜中に奇妙な音が聞こえ、目に見えない気配を感じたことがあります。おそらく、映画の裏には、もっと言葉では言い表せない超自然的な冒険が隠されているのかもしれません。ドアが開くと、すぐに、そこは映画館です。子供の頃は誘導というものを知らず、幽霊が怖いということだけを知っていました。私が夜更かししたり、夜中に起きてトイレに行きたくなった時は、弟を起こして一緒にトイレに行きます。同様に、兄も私を起こしてトイレに一緒に行くように頼みました。私たちは子供の頃からこのパターンで超自然的な出来事に遭遇したことはなく、ただ自分で決めて自分自身を怖がらせただけです。例えば、後で振り向くと突然目の前に幽霊が現れたり、
トイレに行ったら突然幽霊の手が出てきたり、手を洗って鏡を見た後でも幽霊が悲鳴を上げたりすることはありませんか？私の目の前で？しかし、私はこれに全く遭遇したことがありません。私が大人になると、兄は仕事の都合で町を離れて暮らすことになり、私は劇場で暮らすことになりました。私もすごく頑固になってしまいましたが、とにかく見ていないので信じられないんです。今でも時々思い出すことがありますが、子供の頃に亡くなった祖父が私を守ってくれると信じています。年齢を重ねるごとに体調不良が顕著になってきます。映画館で眠りにつく前には、いつも誰かが私の足を引っ張って起こしてくれたり、眠りを妨げようとして太しももを叩いたりします。私がよく見る夢は映画の奇妙なシーンで、夢の中で祖父に会うこともありますが、いつも私に安心感を与えてくれます。もしかしたら、子供の頃の恐怖や不安は、成長するにつれて未知のものに果敢に立ち向かうある種の自信に変わったのかもしれません。ちょうど映画館の部屋で、外に出ると、たくさんの人が映画を見ているのが見えました。誰かが私にビスケットを持ってきてくれたので、私は彼に、ありがとう、と言いました。背を向けて立ち去った後、突然私の前に現れて、おいおい、どういたしまして、と不気味な笑みを浮かべて言いました。寝ているたびに、髪の長い女の子が激しい表情で私の首をつねった。本当にただの夢だと思っていたので、家族にも反応しませんでした。この時までは、それに対処しないことは本当に不可能でした。その日、私は友人と映画館でミッドナイトショーを見に行きましたが、10分以上遅刻したため、遅れて入場しました。中に入ると、本当に人が多くて、数列の席に人が座っていたので、すみませんと言って席に入りました。映画が終わると小さな照明が点灯し、私は床に落ちているものを拾おうと腰をかがめました。それを拾い上げた後、私は頭を上げて、目の前の観客はどこにいるのだろうかと思いました。かがむまでの時間は10秒もかかりませんでしたが、前の人はどうでしょうか？私は友人に、なぜ聴衆がそんなに早く帰ってしまったのかと尋ねました。私の友人はどのような聴衆を言ったでしょうか？さっき私たちの列にいた人たちだけが見てたんだよね。呆然と目の前の空席を見つめていると、さっきまで観客が座っていた席は空席になっていた。心臓の鼓動が高鳴り、まるで奇妙な不可解な場面にいるかのように、突然パニックに陥りました。もしかしたら、夢のような体験が少しずつ現実の生活にも浸透しているのかもしれません。とても怖くなったので、一人で会社のコンピューターを確認しに走ったところ、私たちの列の座席だけが売り物であることが分かりました。再びモニターを調整するために走りましたが、最初から最後まで精神薄弱のような表情で、ごめんなさい、と腰をかがめ続けていました。友人はすぐにやってきましたが、その時見たほど人は多くありませんでした。私の異常な体格は私を本当に悩ませ、毎日の悪夢やかかとを引っ張る感覚に加えて、徐々に精神的に弱くなり、影に陥って魂が引き抜かれそうになったこともありました。主人は私に、もうそこでは寝ないでほしいと言い、また、しばらくしたら仕事があるから引き取ってほしいとも言いました。それから間もなく、ひょんなことからマナーの仕事をするようになり、今は夜中に葬儀場で一人で寝ているのに、夜中に葬儀場を徘徊し、缶の上、冷凍庫の上、缶の上に横たわっています。路面電車の単価。もちろん、これらはすべて私が仕事に行くための訓練です。しかし、この仕事についてから奇跡的に体質が消え、治療しなくてもすべての症状が治りました。これも一種の運命だと思います。盗みや誘拐さえしなければ良い仕事だと思います。それを誠実に楽しくやっている限り、時には運命が思いがけずあなたに出会い、新しい始まりをもたらすこともあります。人は本当に運命を信じなければなりません。もう一度話しましょう。最初に私をいじめた人たちは今も元気です。実はこの言葉は根性に限ったものではないと思います。
私は常に原因と結果を信じてきました。すべてのものには原因と結果があります。もしかしたら来世では相応の罰を受けるかもしれないし、前世で彼をいじめていたのはあなただったかもしれないし、それはただの生まれ変わりなのかもしれない。私は決して誰かを傷つけるためにこれを言っているのではありません。送れないことについては、その時はまだ来ていません。私の心の中の完全な文は次の通りです。返済していないわけではありません。その時はまだ来ていません。憎しみが来たると幸福の方が良くなります。みんなが憎しみを忘れて幸せになれますように。私たちは憎しみを思い出すのではなく、自分自身をより幸せにするために生きるべきです。一緒に頑張りましょう。下にスクロールしてお読みいただけますので、聞きたいトピックがございましたら、メッセージを残してお知らせください。超自然的な物語をお持ちの場合は、ぜひ私に投稿してください。次回お会いしましょう。人生においては、過去の恨みを手放し、将来の幸福を歓迎する方が前向きな姿勢になることがあります。皆さんも自分なりの幸せを見つけて、楽しい時間を過ごしていただければと思います。私たち次回お会いしましょう。